皆さんご機嫌いかがですか？シングラリです。昨日6月3日に政府内閣府より AI と著作権の関係についてという文章が発表されました。それで、この文章は AI イラスト及び AI にとってめちゃくちゃ大事なことなので、緊急に動画を作らせていただきました。それでは早速行ってみましょう。はい。こちらの文章が昨日発表されました AI と著作権の関係等についてという PDF になります。1枚ものですね。で、ガイドラインというほどのものではないんですが、考え方の、道筋という感じでしょうか。まず順番に上から行ってみますね。基本的な考え方と書いてありまして、著作権法では、著作権者の権利、利益の保護、著作物の円滑な利用のバランスが重要。次に思想または感情を創作的に表現した著作物を保護するものであり、単なるデータ、事実やアイデア作風、画風などは含まれない。3つ目、AI と著作権の関係については、AI 開発学習段階と生成利用段階で著作権法の適用条文が異なり、分けて考えることが必要ということですね。いまいちよくわからないので、ちょっと私簡単にまず AI 学習についての説明からさせていただこうと図を作成しました。まず AI 学習の大元という概要なんですが、これ2つあるんですが、学習元データというのが、まず存在しますね。で、これ、左の黄色が無著作。著作権がない場合ですね。右の緑が著作物、著作権があるもの。どちらかになってくるので、写真でも映像でも、何でも著作権がある、またはなしですね。ある、なしですね。で、それを学習用データセット、ローラという機能ですね。一般的に言われているのは。で、学習をしますと。で、この学習をした時点で、このローラというデータセット、データができるんですよね。で、それをさらに学習済みデータセットという形にします。これが皆さん一般におっしゃっている、AI というものですね。で、学習用データセットを使って、その AI を作るという、学習済みデータセットにするという感じですね。で、その学習済みデータセットで次に、画像生成ですとか、文章生成、チャット GTP とかですね。音声生成、RVC とかですね。そういった多数の用途に AI を使って出力するという感じですね。で、それを、実際の段階で消費者の方が利用したり、販売したりするということが、大まかなこの AI 制作の流れになりますね。はい。で、元の PDF に戻りまして、この辺文章読んだだけではすごいぼわっとしてて、いまいちよくわからない部分もあるんですが、段階を追って見ていきましょう。で、現状の整理と書いてありますね。AI 開発学習段階。著作権法なんちゃらかんちゃらと書いてますが、こっちの左は学習段階についてまとめたものですね。で、まず、著作物を学習用データとして収集複製し、学習用データセットを作成。データセットを学習に利用して AI を開発。これがですね、先ほどの図で言った、この部分ですね。この部分にあたるものですね。はい。これがですね、こちらに書いてある中文を読ませていただきますと、例えば推指映像作成のために風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の表現上の本質的な特徴を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を共有することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は本庁の対象とならない。これもよくわからないんで、図で説明しますね。例えばですね。はい、先ほどの条文ですが、例えば、この左側の写真、ものすごい有名なんですが、芸術家のクロード・モネの睡蓮の作品ですね。で、こちらはフリー素材の、睡蓮、ハスですね。の写真ですね。こちらフリー素材です。はい。で、例えばですよ。皆さんが、睡蓮のデータが欲しいんだと言って、こっちを学習したいと。このモネの睡蓮を学習したいっていうのは、これアウトなんですよね。なぜかというと、先ほどの文章に書いてました、表現上の本質的な特徴を感じ取れるような、作成を目的として行う場合。なので、このモネの表現上の、こういったテクスチャーですとか、
特徴を感じられてしまうんですよね。これで学習してしまうと。もうこのまま丸っぽ学習するんで、これはダメっていう感じですよね。丸じゃないですか。はい。で、こちらのフリー素材を使って、睡蓮を学習するのは OK という感じですね。こちらは例えばこれが著名な写真家の方の作品だとちょっとややこしくなるんですが、これはフリー素材の写真なので、特徴も何もないですし、一般に見る睡蓮の形ということですね。なのでですね、これを噛み砕いて理解したところ、やっぱ著作物は学習はダメっていうことなんですかね。この上に書いてるようなことは、感情の享受、思想また感情の享受を目的としない利用行為は OK なんで、多分こっちの右側のことを言ってると思うんですね。こういう場合は OK。で、こっちはダメっていう感じだと思います。で、次にもう一つあるのは、ただし必要と認められる限度を超える場合は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、対象とはならない。例えば、情報開示用に販売されているデータベースの著作物を AI 学習目的で不正する場合など。なので、これも情報開示用に販売されているデータベースっていうのはよくわからないんですが、例えば販売されているものをベースにして学習するのはダメっていう理解で合ってると思います。はい。すごく難しい、解釈が難しいんですが、次ですね。今度は生成利用段階について説明していきます。AI を利用して画像等を生成した画像等をアップロードして、公表を生成した画像等の不正物を販売。これについての話をしていきますね。なので、もう一つ例を挙げさせていただくとですね、私ちょっと悩んでたんですが、このジョジョ、私大好きなジョジョなんですけど、ジョジョのこのストーン社のジョリーンがありますよね。これもうガチの荒木博彦先生の著作物ですね。これを、例えばですよ。これ私、さっき作ったんですけど、この前のお名返上じゃないんですけど、これぐらい、はい、できますんで、実は。で、これは、まあ、それ置いといてですね。これを、私が作って、売ったとしますよね。これもガチで多分ジョリーンなんで、これアウトなんですよね。はい。訴えられますし、これを例えば学習してですよ。これを学習して、この空女ジョリーンを私が販売したと、グッズ販売したらもう、これは完全に100%アウトです。これはもうアウトですね。ですが、例えば、これだとどうなんですかね。チビジョリーンを、このジョリーンって名前を出さずに、これをやってたら、これどうなんですかね。これもやっぱり似てるって言われるんですかね。このぼんぼりというか、この髪型とかがよくわからないんですよね。この辺、すごい、著作権問題、従来の著作権問題でも一緒だと思うんですけど、すごくセンシティブな問題なので、おそらく裁判になった時に、ここが何%似てるとか、どこの目つきとか、明確な判断基準があるんだと思うんですが、はい、そこがちょっと、すごくセンシティブで難しいところですよね、今回の。はい。緊急で作らせていただいたので、こんな感じでしたが、いかがだったでしょうか。非常に難しい文章なんで、皆さんも、例えばこれやっぱこうじゃねえのかとか、こうだと思うんだけどとか、いろいろな意見があると思うので、何かご意見ありましたら、コメント欄にでも書いていただけたら嬉しいです。はい。それでは、今回の動画はこれで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。